こんにちは。昨年春 900ST で有名なソニーからフラッグシップのモニターヘッドフォン MDR-MV1 がリリースされました。ソニーとしては珍しくゼンハイザーやベイヤーダイナミックで有名な開放型オープンエア構造を採用していて 900ST や M1ST で培ったサウンドをさらに進化させた上でスタジオの制作用途だけでなく一般ユーザーにも使っていただけるようソニーマーケティングから1年間のメーカー保証をつけて販売されています。お値段は Amazon で48,000円くらいです。YouTube の他のレビュー動画見てると結構好評なんで、素直で嘘のないレビューをしようと思ったんですけれども、心配はご無用でした。大変素晴らしい、圧倒的なヘッドホンです。MDR-MV1 が圧倒的な理由その1、装着感が素晴らしい。ここで考えてみてほしい。モニターヘッドホンを選ぶときに一番大事なことは何でしょうか？そう、音質じゃないんですね。音質は2の次、3の次。これは音質もいいですよ。いいんですけれども、一番大事なのは装着感。ぶっちゃけ音質に関してはある程度のクオリティ、だいたい2万円以上のモニターヘッドフォンであれば、音楽を作ってる人間はどれでも問題ない。どうせ慣れちゃうから。900ST でもベイヤーでもビクターでも赤毛でもオーテクでもどれでもいいです。むしろ重要なのは装着感。マジでみんなもう少し装着感を重視してほしい。あなたは1日でどのくらいヘッドホンをつけていますか？音楽制作、動画編集、ライブ、純粋なリスニング、友達とゲームやるとき、つまり何か好きなことやってる間はずっと何時間もヘッドホンをつけている。現代人にとってヘッドフォンは下着の次に身につけている時間が長い。頭のパンティといって差し支えないでしょ。蒸れちゃったり、耳が痛くなっちゃったりするようだと、どれだけ音質が良くても意味がない。まず箱から出して驚くのは軽さです。223g。めちゃめちゃ軽い。ただ軽ければいいってわけじゃないです。例えばこのゼンハイの HD25、重さが 145g、随一の軽さなんですけれども、ご覧の通り側圧が強いので、特にメガネと併用していると耳がちぎれるかと思うほどに痛くなります。じゃあイヤホンはどうでしょうか？イヤホンは確かに軽いんだが、このカナル型耳栓の部分を耳の穴の中にねじ込むんで、耳の中が疲れる。で、もう一つ言うとヘッドフォンと違ってつけたり外したりがですね、こうやってグーってやって入れたり、で、外すときもポーってなるので、ちょっと付け外しが大変。MV1 はこのイヤパッドの中に耳がすっぽり入るタイプなので、側圧もそんなに強くないし、軽いから長時間つけてても全然疲れない。そしてこのパッド部、ポルシェの内装とかで使われるようなアルカンターラに近い質感。肌触りは少ししっとりしているような感じです。実はここ、音響上も、特に開放型は外側のこの後ろから出てく音と中で鳴らす音を分離する大事なパーツなんだけれども、肌触りがいい上に長持ちしそうなので好印象です。MV1 が圧倒的な理由その2、クルリンできる。ソニーのヘッドフォンで言うと M1ST からそうなんですけれども、これがですね、このようにクルリンして置けると。使ってたのをこうやってクルリンして置いておける。だからなんだよって思うかもしれないんですが、クルリンできないとヘッドホンを外した時にデスクの上でこうなるわけです。で、この状態で置くと、コツッとなる。コツッとなるでしょ。これがクルリンするとソフトランディングできる。ソフトランディングできる。この状態だとグラグラするじゃん。これもグラグラしない。グラグラしない。そして俯瞰カメラで撮った時もすっきり美しい。こういう取り回しやすさっていうのは言われないと気づかないようなことですが、何せ毎日使う頭のパンティですから、細かなストレスは少しでもない方がいいわけです。このクルリンをそんなに褒めるのはあんたくらいだと思ったそこのあなた。先日ゼンハイから発表された最新機種 HD490 Pro。これは他のゼンハイのヘッドフォンと違ってクルリンができるようになりました。つまりメーカー側もこのクルリンがいかにストレス軽減に効果があるのか実感しているっていうことだと思います。MV1 が圧倒的な理由その3、変換ジャック。ジャックはデフォで 6.3mm の保音タイプ。かなりいかつくしっかり作ってるように見えます。で、こういった変換ケーブルが付属して 3.5mm のステレオミニに変換できます。で、これがあればポータブルのプレイヤーとかでも使えますよと。で、この変換ケーブル、なぜこういうジャックタイプじゃなくてケーブルにしたのかって話なんですけれども、ここにですね、テンテンミュージックのブルーボックスというミキサーありますが、フォンからミニプラグへの変換ジャックだと、ここに挿した時に干渉したりすることがある。これは割合クリアランス取れてるからそんな干渉しないけれども、でこれ横にこの挿す時にちょっとぶつかっちゃったりするわけですよ。だけれども、これが変換ケーブルだと干渉しないわけです、横に全然。ね。ベイヤーのヘッドフォンとか変換がジャックタイプが付属したりするんです。やっぱりこういうケーブルタイプの方が僕は嬉しいなと思います。
もっと言うと最初からですね、3.5mm をデフォにしといて、これをかますと保温になりますよで良かったんじゃないかと思うんですけれども、そうしなかった理由はよくわかりません。あくまでモニターヘッドフォンだからってことなのかな。MV1 が圧倒的な理由その4、音質。音質はそんなに重要じゃないとさっき言ったけれども、これは音質もいいです。一般的に開放型のヘッドホンはハイ、広域の表現に優れる一方で、ローの再生に弱いと言われる。密閉型はその逆。ローの再生には強いけれども、ハイがこもりがち。でもこの MV1、ローがちゃんと出ます。むしろ MV1、ハイがちょっとピーキーっていうか暴れる感じがして、ハイハットからさらに上の帯域は少しずつなだらかに落ちていくような印象を持ちました。結果としてまさに開放的な音で耳が全然疲れない。けれども音楽の楽しい部分はしっかり鳴らしてくれる現代的な音質のヘッドフォンだと思います。解像感で言うと中高域は低位も含めバシッこんな音っていう風にかっちりやってくれるんだけど、低域に関しては少しぼんやりしたような印象です。言ってもこれはヘッドホンだから仕方ないのかもしれないけれども、僕の場合そのあたりの帯域をはっきりくっきり見たいんだったらこのゼンハイザーの IE400 Pro を使います。ただ勘違いしないでください。MV1 は音質は十分すぎるぐらいいい。純粋に音楽制作をする分にはオーバースペックなくらい音質はいいです。というか音質良くないと困る。48,000もするんだからね。MV1 が圧倒的な理由その後、低いインピーダンス。MV1 は M1ST と同じ24オーム。これはモニターヘッドホンとしてはやや低めなインピーダンスです。900ST は63オーム、HD25 は70オームという感じ。そもそもインピーダンスとは何か。これはヘッドフォンの抵抗値を表していて、大きいとノイズは少なくなるけれども、抵抗が大きいってことは、アンプ側で音量をしっかり突っ込まないと適切な音量で鳴らすことができない。逆にインピーダンスが小さいとノイズが乗りがちなんだけれども、抵抗が少ないからポータブルプレイヤーとか出力のちっちゃいやつと繋いでも十分な音量で鳴らすことができます。正確にはこのインピーダンスと合わせて感度っていう数値も関わってくるんですけれども、今回は割愛します。で、今、インピーダンスがノイズの大小に関わると言いましたが、それってもう何十年も前の話で、ケーブルとかドライバーとかメディアとか、いろんな機器、進化した現代においてはあまり気にする必要はない。どちらかというと、ユーザーがどのくらいの音量の機器につないで、どのくらいの音量でヘッドホンを鳴らしたいのかに関わるのがインピーダンスだと思ってください。YouTube を見てるとインピーダンスが高ければ高いほど音質がいいと思ってる向きもあるんですが、そういうわけではない。とはいえ、900ST を進化させてできたのが M1ST と MV1 なのだとしたら、インピーダンスも63オームで据え置くべきだったのではという疑問は残る。そもそも 900ST と比較すると MV1 は値段が高すぎるし、最初に言ったように一般ユーザー向けの販売ラインでパッケージングされている。なぜそんな分かりづらいことをしたのか。その理由はおそらく A. マーケティングだ。 B. わからない。マーケティングだ。つまり 900ST の進化系と位置づけることで一般ユーザーだけでなく音楽制作者へも訴求することを狙ったのだ。しかしそうまでしてソニーが達成したかったことは単なる売り上げだけでないように僕は思った。複雑なラインナップと販売形態はユーザーだけでなく社内にも混乱を引き起こす懸念があるし、下手をすればソニーのヘッドフォン全体の信頼が失墜する可能性さえある。いくつもの過程と反証が僕の頭の中を駆け巡る突然の開放型への切り替え。低いインピーダンス。言ってなかったけれども、なぜかバランス接続に対応した入力端子。そうか。僕には分かった。ソニーはあるライバル会社を倒そうとしたのだ。その会社とは、ソニーが倒そうとしたのは、だ。僕の推理が正しければそうとしか考えられない。ソニー側からすると、生み出したとある幻想がどしがたいものだった。そこでこの MV1 で幻想を打ち砕こうとしているのだ。僕たちはその幻想をほんの些細なカムフラージュによって真実であると思い込んでいた。その幻想とは、パズルのピースがきれいにはまった。MV1 が開放型であることも、インピーダンスが低いことも、これで説明がつく。
僕は今からそのことをサウンドノベル風に実証しなければならない。どうしたの？鳩が水鉄砲を食らったみたいな顔して。嫁が僕の方を見て笑う。それを言うなら豆鉄砲だろ。いいじゃないの、どっちでも。それでソニーはなぜ MV1 を24オームにしたのか分かったの？ああ、分かったよ。ソニーはバランス接続商法をぶち壊そうとしているんだ。全員ぎくりとした様子でこちらを見る。無理もない。バランス接続について話すことは、オーディオファンのネット巡回にこの動画が引っかかってしまうことと同義だ。うっかり間違ったことを言うと、ソニーももうヘッドホンを貸してくれなくなるかもしれない。バランス接続って何よ？嫁が怪訝な面持ちで聞いてくる。一般的なヘッドホンは一つのアンプから一本のケーブルで接続をするよね。これをシングルエンド接続という。一方でバランス接続、厳密にはバランス駆動とか BTL と呼ぶのが正しいのだけど、これは2つのアンプを用意してそれぞれ左耳と右耳のドライバーを駆動する方式を指す。どうしてそんなややこしいことをするの？嫁が当然の疑問を投げかけてくる。音質上のメリットがあると言われているんだ。このメリットは大きく2つある。でもそのうち1つは幻想だ。幻想って。でも1つメリットはあるのね。嫁は少しずつバランス接続に興味を持ち始めたようだ。僕は深呼吸をしつつ説明する内容を素早く頭の中で整理した。僕はこの説明を A、乗りかかった船だ。この動画に余すことなく収録することにした。 B、この動画が MV1 のレビュー動画であることを思い出しカットすることにした。もしかするとソニーに怒られてしまうかもしれない。動画の尺もだいぶ長くなってしまった。バランス接続の幻想については別の動画に譲って僕は結論を急ぐこととした。つまりバランス接続のメリットはインピーダンスの大きなヘッドフォンをより大きな音量で鳴らせることだけで合ってる？そうだよ。ここからが重要なんだけど、全ヘッドホンはインピーダンスが高いものが多いんだ。は300オームとかなり高い。へえ。嫁は少し音声の収録に疲れてきたようだ。そして前からはバランス接続用のケーブルがきちんとリリースされている。数万円でね。高っ！驚きと同時に嫁は僕の推理を理解したようだった。この販売戦略はこうだ。高いインピーダンスのヘッドホンを売る。ユーザーは音質はいいが音量が小さいなと感じる。そして高音質化と音量の増大に期待しバランス接続を試したくなる。すかさずはバランス接続用ケーブルを数万円で売りつけるってわけ。汚い商売に見えるが双方が納得したウィンウィンの関係だから温かい目で見守るのが大人の対応かもね。ってことはソニーはこのやり方に異を唱えるためにのお家芸の開放型のヘッドフォンをあえて24オームという低いインピーダンスでリリースしたってこと？それも一つの可能性ってことだよ。一方で MV1 用のバランス接続ケーブルはソニーからはリリースされていないんだ。MV1 はバランス接続に対応はしているがそのためのケーブルはリリースされていない。これはすなわちソニーがバランス接続をやりたきゃやればいいがしたところで MV1 はメリットないよと言っていると捉えるのが自然だろう。ちなみに僕は低いインピーダンスのヘッドホンは大歓迎だ。最近の電池やバッテリーで駆動できるサンプラーやグルーブボックスは音量が小さいものが多くてね。だからモニターヘッドホンとして24オームは割といいレベル感だと僕は思う。説明する僕を尻目に嫁はいつの間にかスマホをいじり始めている。僕の機材の話には興味がないらしい。この動画が面白いと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。このくだりはいつまで続けるのだろう。でも慣れてしまったためいつしかこれをやらないと動画を締められなくなってしまった。この動画がつまんねえと思われた方はもしかしたらこれをいいヘッドフォンと思えなかった方だと思われるのでせっかくだから感想をコメント欄にお願いします。